へえ。皆さん自作 PC はやっていますでしょうか？私もコパスを目指して日々カスタムしています。以前より開発している沸騰冷却 PC。そろそろリゼン 5700G の発熱量に、物が足りなくなったので、最新のライゼン7000番台に挑戦してみようかしら。と思っている今日この頃。せっかくなので PC ケースはハンドメイドで。ということで 3DCAD の勉強を始めたのですが、めっちゃ時間がかかることに気づきました。モチーフは決まっているので、操作に慣れればすぐに完成、と思っていたら1ヶ月が経ってしまった。動画作らないと軍資金も手に入らないので、つなぎでお水の沸騰冷却をやっていくことに。ということで今回はこれを使います。湯たんぽ PC の時のあまりの青い水。のすけで熟成3年もの。美味しくなっている可能性がギレゾンチェミ。でいつものように手動ポンプで真空引き。どうでもいい情報ですが、この前握力を測ったら40クグありました。腱鞘炎の時は 20kg ぐらいだったのでだいぶ回復。このまま回復していけばリンゴが握りつぶせそうです。だがおかしい、圧力がマイナス 60kPa ぐらいまでしか下がらない。水を冷媒に使う利点として、ノベックのように真空ポンプのゴムを防潤させない、つまり圧力がもっと下がることを期待していたのに、残念です。トリマ、マイナス 60kPa で性能を確認。スイッチ、オン。ちなみにマイナス 60kPa の時の水の沸点は75度ぐらい。ノベック7100の大気圧での沸点が61度なので、すでに敗北は決しています。でもいいんです。水でやってくれ、という視聴者に答えるのも、プロヤスリストの務め。と思っていたけど、いつの間にかちゃんと沸騰。これはワンチャンありますね、の可能性。早速負荷をかけてみます。はい、お疲れ様でした。速攻であっちっちになりました。沸騰はしていても沸点が80度程度では、65W の CPU ですら冷やせないようです。ということで今回はここまで。いかがだったでしょうというわけにもいかないので、これを買ってしまいました。真空ポンプ、24,606円、プライスレス、実験室用の小型ポンプ、ダイヤフラムを採用しているので音が静からしい。圧力はマイナス 80kPa まで、容量は10リットルミンなので少ないけど、時間をかければ問題なく弾けるはず。ということでいざいざ実験開始。真空ポンプの音はかなり静かです。冷媒は普通の蒸留水にしてみました。T 線の沸点が普通の水より高い可能性があったので、あっという間にマイナス 80kPa に到達。のすけ氏、初めからこれ買っとけばよかったんじゃね、説。ということで負荷をかけてみます。マイナス 60kPa の時よりも温度上昇が緩やかな気がするぞ。だがしかし、95度。サーマルスロットリングの温度に到達。やっぱり普通の水ではダメかもわからんね。まあ、水の沸点はマイナス 80kPa で60度ぐらい。ノベックを減圧しない時と同じぐらいだから当然の結果。でもこれ、もしかしてこのポンプなら、ノベックもマイナス 80kPa まで引けるんじゃね？ということで冷媒をノベックに交換しました。実験用小型ポンプの力、見せてみろ。マイナス 60kPa。やはりノベック蒸気を吸い込むと圧力が下がらない。このポンプのダイヤフラムは NBR。ノベックに触れると防潤体積変化マイナス。するので漏れ、相性は最悪のようです。ちなみに管路にはフッ素系のオーリングを使用。体積変化がプラスなので、漏れは小さいと思っています。まあ、せっかくなのでテストはしておきます。やはりノベックだと温度上昇がかなり小さい。
前回とほぼ同じ85度でサチュレートしました。やはりノベック7100の結果を超えるには、ノベック7000が必要のようです。個人でも買えるノベック7000の目撃情報待ってます。ということで、今後の予定としましては、コツコツとパーツを 3D モデリング、PC ケースの設計が終わったらお披露目、発注、組み立てとなっています。ぜひ、チャンネル登録をしてお待ちください。